大事なお話があります。あと数ヶ月で YouTube をやめることにしました。急に何が起きたの？そう思いますよね。改めまして、韓国で19年、日本で9年暮らし、これまで400本以上の日韓文化動画を投稿してきたパクです。今日はなぜこの活動をやめることになったのか、その裏で何が起きていたのか、全部正直にお話しします。先に結論だけ言うと、実は人生を変えるレベルの出来事が起きました。その結果、このチャンネルはこの日をもってやめます。今後はどうする予定なのかを話します。で、進めていきます。まず一つ目、状況が変わりましたということです。実は僕、去年の時点で就職先はすでに決まっていました。博士課程の研究をしながら就職活動をして、ありがたいことに内定もいただいていました。その会社は副業が可能な会社でした。つまり当時の僕の頭の中では社会人になっても活動は続けられるなという前提だったのです。だから実際このチャンネルもう死ぬまで続けるつもりでいました。韓国の話もしたい、日本の話もしたい、まだまだ作りたい企画山ほどありました。ところがです。実は今年の冬頃全く予想していなかった出来事が起きました。別の会社からお話をいただいたんです。最初は正直かなり驚きました。なぜならすでに就職先は決まっていたからです。普通ならそこで終わりですが、でもさらにその話を聞いてみると仕事の内容が面白い。もっと日本と韓国の間でお互いをサポートしながら働ける環境でした。もちろん年収とかも重要ですが、僕の場合は年収だけではありませんでした。これから30年、40年働くかもしれない人生の大半を使う仕事じゃないですか。今の安心を取るのか、それとも将来の可能性を取るのか、本当に悩みました。研究室で実験している時も考えていました。東大の帰り道でも考えていました。動画編集をしている時も考えていました。動画では楽しそうに話していても、実際にはずっと頭の隅っこにこの問題がありました。そして何ヶ月も考え続けた結果、僕はお話をいただいた会社に進むことになりました。視聴者の皆さんからすると、急にどうしたの？突然決まったの？そう思えるかもしれません。でも実際は全然違いました。この決断は数日で決めたものではありません。研究、就職活動、動画制作、卒業、これらを同時にやりながら考えて出した結果なんですね。二つ目の話。だからこの日をもってやめますの話をします。僕の活動はですね、2026年8月末をもって活動を終了します。おそらく今この動画を見ながら驚いている方も多いと思います。実際僕自身もこんな日が来るとは思っていませんでした。なぜなら先ほど話した通り、もともと内定をいただいた会社では副業が認められていたからです。つまり当時の予定では平日は会社員、休日は YouTube の撮影、ゆったりと活動を続けるつもりでした。ところが今回ご縁をいただいた新しい会社では一つだけ大きなルールがありました。それが副業禁止です。もちろん僕も何も言わずに進めたわけではないですよ。皆さんと一緒にいたいんですよ。現在の活動状況をできる限り詳しく相談しました。ですが結論は変わりませんでした。会社としては副業は禁止、ルールは例外なく適用するという判断でした。そして僕は当たり前ですが、その判断を尊重することにしました。ここについてはですね、1ミリも不満はないですよ。当然だと思っています。会社には会社の考えありますよね。組織には組織のルールがありますよね。そして採用していただく以上、そのルールを守るのは社会人として当たり前だと思いました。もし自分だけ特別扱いを求めるとか、そういうことは違うんだなと思っていました。だからルールを従います。そして新しい仕事はですね、9月から始まります。つまり、社会人としての新しい人生ですかね、が9月からスタートします。だから、このチャンネルはですね、残念ながら8月の31日を区切りにして活動を終了することに決めました。韓国で生まれ日本で学び留学生として始めたこの活動、まさか400本以上も動画を作ることになるとは思っていませんでした。でも人生には自分で選ばなければいきなり分岐点あるじゃないですか。今回の決断がその一つでした。寂しさがないと言ったら嘘なんですよ。ただそれでも僕は前を向いて進んでいきたいところがあるというふうに考えました。
で、3番目の話、今後はどうする予定なのかを話します。僕の活動2026年8月末まで続きます。なので残り約2ヶ月です。こう言うと不思議ですよね。2ヶ月って聞くと長そうに聞こえる。でもカレンダーを見たら本当に一瞬なんですよ。学生時代の夏休みなんて気づいたら終わっていましたよね。僕も今そんな感覚です。まだ2ヶ月あるとも言えるし、もう2ヶ月しかないとも言えます。だから8月末まではですね、今まで通り活動します。韓国の話もします。日本の話もします。特別な路線変更もしません。最後だからなんか泣きながらそういった動画を出すつもりは特にないですね。いつも通り韓国で生まれて日本で9年暮らした僕だから見える景色を皆さんに全力で最後までお届けしたいというふうに思います。これから投稿される動画、僕にとって一つ一つが最後の一本に近づいていきます。皆さんにもですね、一本一本を大事に見てもらえたらもう本当に嬉しいです。そして YouTube 活動は終わりますが、僕自身の人生が終わるわけではありません。ここからスタートですよね。で、ちょっと真剣な話なんですけれども、僕は昔から一つ思っていることがあります。それは日本と韓国の間に立ちたいということです。韓国が日本の味方になって相手を蹴落とすではない方です。僕の場合ですね。だからこそ、両方の僕、良さは知ってます。韓国の良さ、日本の良さ知ってます。両方の課題ありますよね。韓国も日本も。よく知っています。そして何より両方が好きなんですよね。誰かは政治と外交で日韓関係を良くするでしょう。誰かは歴史研究をして日韓関係を変えるでしょう。誰かは社会運動で変えるでしょう。僕の場合ですね、僕が立ちたい場所は、そちらの方ではなかったですね。僕が挑戦したかったのはビジネスの世界でした。その戦場における僕の武器っていうのは、日本と韓国への理解力と工学博士という、一応としの背景ですよね。両国の企業をつないで、人をつないで、技術をつないで、価値を生み出し、その結果として日本も韓国も両方とも少しでも豊かになる。そうであれば、例えば1ミリでもいい、誰にも気づかれなくてもいい、昨日より少し良い方向へ進む未来に自分の仕事で貢献できるなら、それが僕の理想です。もちろん僕はその間やりたいこともありますし、もう草野球もやりたいし、いいご飯も食べたいとか、もちろんそういうのはあるんですけれども、それとは別軸で、そういったことを仕事としては、少しでも達成できたらいいなというふうに思っています。このチャンネルはですね、終わっても僕の中にある思いは終わりません。むしろここから先の人生でその思いを別の形で実現していきたいと思っております。それこそが僕の志とも言えます。韓国で生まれ、日本で学び、このチャンネルで皆さんと出会えたことは僕の人生の大きな財産です。とても嬉しいです。画面の向こうから応援してくださった一つ一つのコメントに本当に何度も救われました。活動は終わりますが感謝は消えません。残りの時間、最後まで全力で走り切ります。以上、パックンでした。アンニョン。